こんにちは。皆さんは普段育成ライトを使っていますか？今回は窓のないトイレに育成ライトを設置してみたらどうなるだろうという、私が実際に試しにやってみたことの過程と結果を紹介したいと思います。面白い結果になりましたので、ぜひ最後までご視聴ください。2021年にインスタグラムの方でコラボをやったんですが、ハウスブライトという育成ライトを販売しているお店が使ってみてくださいということで、この育成ライトの電球タイプを送ってくれたんです。その当時ちょうど1階にあるトイレをリノベーションしたところで、観葉植物も置きたいなと思っていたんですが、窓のないトイレだったので造花を飾っていたんですね。じゃあこのトイレに設置してみたらどうだろうということで、試しにやってみることにしました。まず設置の方法なんですが、このランプシェードなんですけれども、ターゲットのブルザイという1ドルから5ドルぐらいまでの安いものを売っているコーナーがあって、そこで見つけたバスケットを使いました。バスケットの底に穴を開けて、IKEA で買ってきたコードをそこに通して電球をつけました。そして天井にフックをつけて、そこからハンギングしています。天井から吊るしたコードは部屋の角にもう一つフックをつけて、そこにかけ、そこから下に垂らしている状態です。かなり DIY 感ありますよね。で、このコードは壁にあるプラグに挿して、コードについているスイッチを使ってオンオフをマニュアルでやっていました。その後2022年の12月にまた新商品が出たということで、新しいライトを送ってくれたんです。これがそうなんですけども、これがタイマー付きなんですよ。最初に使っていたライトはマニュアルでオンオフしていたんですけど、この新しい商品はタイマーをセットできるんです。携帯のアプリとつなげることで、オンオフや色も3種類から選べて、タイマーの設定などがアプリで管理できます。私は朝の7時から夜の7時までの12時間にセットしてあります。では実際に今のこの窓のないトイレがどんな状態かと言いますと、ドアを開けると天井からライトがハンギングしてあって、かなり明るいです。そしてゴールデンポトスがこんなに綺麗に育っています。だいぶ長くなってきているので、最近壁にクリップをつけて登らせるようにしています。2021年の10月末くらいに育成ライトを設置して、そしてゴールデンポトスをハンギングし始めました。設置してからここまで育つまでの過程をお見せしたいと思います。2023年の1月の時点でこんな感じです。このクリップを使って壁を登らせています。このトイレには他にもオキシカラディウムも飾っています。電球タイプの育成ライトは天井に直接設置して使うこともできます。あまり日が当たらない場所なので、このように天井からライトが当たるようにしました。こういうタイプのフロアランプで使うこともできます。
これは今旅行中の友達のアロカシアを預かっていて、育成ライトを当ててお世話をしています。ということで今回は窓のないトイレで育成ライトを使ってみたらどうなるだろうという、私が実験するような感じで試したその過程と結果を紹介しました。いかがだったでしょうか。このチャンネルではアメリカの砂漠地帯でたくさんの観葉植物と暮らす私が植物を育てる時の私流のアイデアやメソッドを発信しています。私も観葉植物が好きという方、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。